堀江さんが斉藤議員の施設市長になり、ほぼ国会議員として活躍するそうです。世間の人がそういう行動に対してどう思うのかっていうところを見誤り始めてる気がするんですよね。秘書が国会議員かのように振る舞うというのになった時に、別に俺はお前には投票してないよっていうのは多分国民としては出てきちゃうと思うんですよね。令和新選組の長所と短所をひろゆきさんの見解で教えてください。山本太郎さんが好きな人には向いている。山本太郎さんが嫌いな人には向いてない。なので、令和新選組という名前なんですけど、結果としてその山本太郎党なんですよね。例えば立憲民主党とかって、立憲民主党的な考え方ってあるじゃないですか。で自民党も自民党的な考え方があって、その自民党の党首が誰になろうと、自民党的な方針はあまり変わらないじゃないですか。多分令和新選組だと山本太郎さんだし、NHK 党だと立花隆さんだし、っていう感じで、その党首の考えがイコール党の考え方。なので、その党首に逆らったら、もうこの党にいられないよねっていう状況が変わらないっていう意味でいくと、やっぱりその党首のワンマンっていうのがあるんじゃないかなと思いますけど。なんで自民党だとその自民党の党首と揉めたとしてもずっと自民党にいられたりするので、なので、そういうその幅の広さっていうのが必要かなって考えるんですけど、でもそう考えると共産党も、中小企業ですよね。C さんに逆らうといられないらしいんで。なので、そういう意味でいくと、やっぱりなんか、ワンマンインディー政党の枠に、共産党は構造的に入っちゃうのかなと思いますけど。堀江さんが斉藤議員の施設市長になり、ほぼ国会議員として活躍するそうです。最近堀江さん活発で、堀江モバイルや立花隆との政策活動、詐欺師竹場社長、竹之内社長関連の怪しい金持ち社長いじりと野菜を食べていないせいか、おかしな方向に向かってお願いします。魅力的に堀江氏の行動どうも、堀江は細君が苦手。はあ。でも、やれることが増えたっていうので、楽しくやるんじゃないですか。ただ、なんか、世間の人がそういう行動に対してどう思うのかっていうところを、多分ちょっと見誤り始めてる気がするんですよね。犯罪者をやって逃亡犯をやってる政党と仲良くしている。で、それがその政治家の秘書になりたいからだっていうので、政治家って、多くの人からこの人を政治家にしたいと思って票を挙げて、多くの人の支持があるから政治家としての特権があるんですよ。で、多くの人の支持がありません。で、そのガーシーさんは一応支持はあったんですけど、世間的には微妙な状態ですと。で、とはいえ、ルール的には斉藤さん議員すること可能でした。なので、じゃあ議員として斉藤さんが、じゃあ、普通に政治活動するのであれば、問題ないでしょうと。ただ、秘書が、その国会議員かのように振る舞うというのになった時に、別に俺はお前には投票してないよっていうのは、多分国民としては出てきちゃうと思うんですよね。で、すごくいいことをやってるのであれば別にいいんですけど、国会議員ってならなくてもいいことってできるんですよ。要はその国会議員じゃないとできないいいことってあんまりないし、国会議員の秘書じゃないとできないいいことというのも僕は知らないんですよね。なので、その国会議員の秘書になったおかげで、社会にこういうメリットを提供することができましたっていうのがあるんだったら、あ、そうなんだってなると思うんですけど、今のところなんかそういう話にもなってない気がするので、なので、なんか意味あんのかなっていう気がします。ガーシーさんみたいな人が国会議員になれた日本は平和だなと思うんですが、海外の政治家も似たような人いるんですか？また、ひろゆきさんから見て日本の政治家のレベルは海外に比べて優れてるんですか？踊ってますか？被害者がなったみたいなのはあんま聞いたことないですね。確信犯はありますけどね。その政治的な確信犯でなる人とかいますけど、ただなんか詐欺で海外にいて、あった。詐欺で海外にいて議員になりましたっていうのはあんま聞いたことがないので、かなり珍しい例なんじゃないかなと思いますけど。2回目です。すいません。指名手配を食らったガーシーさんですが、世間ではそんなのより寝てる議員を組みしろなど侮辱罪という一応の体で偉い先生をはじめとした権力者をごらったなどの憶測を言いました。りょうさん見解記者です。やはり闇の権力者の力も働いたのでしょうか？いいえ。普通に出てこいよっていうのが来て、出てこいよで、なんか謝罪するときに出てきてれば何の問題もなかったんですけど、謝罪をしろというので陳謝をしなかったっていうのは、それはさすがにその国会に対して国会の機能をしなくなってしまうことだから除名だよねっていう。なので、その国会の機能として国会議員が集まって投票するっていう最低限が守らないと、それはそもそも国会機能しないよねって話だと思うので、単純にそのガーチーさんを応援してる人が、なんか闇の力があって言いたいっていうだけなんじゃないかなと思います。
生稲晃子やガーシーや小池百合子に投票してしまう人を減らす方法はありますか？ありません。ないという場合は、ないと思う理由を言ってください。人それぞれ投票する理由があって、その人が投票したいと思うのであれば別に投票すればいいと思うんですよ。ただ、要は、自分の考えが絶対的な正義であるという考えは僕あまりよろしくないと思ってて、生稲晃子さんやガーシーさんや小池百合子さんに投資する人も、その人たちなりの正義とか考え方っていうのがあると思うんですよ。なので、ひろゆき氏は何歳頃に有権者が成熟した判断を常にできるとは限らないと気づきましたか？なので、生稲晃子さんやガーシーや小池百合子さんに投票した人は、成熟してないというふうに決めつけるのも良くないと思うんですよね。ま例えば、生稲晃子さん僕もどうかと思うんですけど、でも、何年か経った後に、めちゃめちゃ政治的にうまくいく可能性もあるんですよ。で、小池百合子さんももともとテレビ東京のキャスターとかアナウンサーとかですよね。だからなんかテレビアナウンサー上がりなんですけど、でも、なんかじゃあ芸能系上がりなんですけど、うまくいってる人でいくと、まあ、小池百合子さん都知事まで上り詰めました。で、もともと大臣もやってましたよね。確か。で、高市早苗さんとかもテレビアナウンサー上がりですけど、大臣やってますみたいなのがあったりするので、なんで芸能人だから良くないという決めつけもどうかなとは思うんですよ。ただ、生稲晃子さんが、当選してから勉強しますみたいなのは、先にやっとけよと思うので、なんか態度としてどうかなと思うんですけど、ただまあ、それがじゃあ、絶対的に政治家になってはならないというほどのことかというと、そういうことではないんじゃないかなと思います。ガチさんに関してはもう犯罪者なんで、とりあえず、犯罪をした人に票を入れるのは良くないよねっていう気はしますけど、はい。ガーチーさんの暴露 YouTube を喜んでフォローしていた方々や議員として迎えた方々は罰せられないのですか？ 1年前くらいに一度だけ数分見ただけで気持ち悪くてやめました。あれがなぜ受けたのかわからないです。秩序がなさすぎて他人の下ネタや転倒して見返りがないとかを反射的な口調で発信する動画がどうして人気だったのでしょうか？ひろきさん教えてください。世の中には反社だったり犯罪者の人がいっぱいいます。なので、犯罪をしたけども、結果としてそれが許された状況になりたいと思っている人っていうのが結構いますと。で、それと、ガーシーさんが暴露をすることによってダメージを受けることで得をする人も結構います。ので、その暴露によって得したよねっていうので応援する派の人っていうのもいたりするので、なので、要は、気持ち悪く感じるっていうのが、誰かを攻撃してることで気持ち悪く感じるんだと思うんですけど、誰か攻撃をするというのによって、こいつが下がるというのが気持ちいいと感じる人もいるんですよ。なので、例えば高いポジションにいる人が落ちること自体が気持ちいいよねっていう人もいたりするので、なので世の中にいろんな人がいるよねっていう話になるんじゃないかなと思うんですけど。で、まあ、投票した人とか議員として迎えた人が罰せられるというのはあんまりないと思うんですけど、ただ、海外逃亡者に対してお金を払った場合は、その逃亡の手伝いをしたよねっていう形で、違法性が問える可能性があるんですよね。なので、NHK 党だったり、幻冬舎だったり、要は幻冬舎って本出したりするので、なので、海外逃亡者に対して印税を払ったりとか、議員報酬を払う形によって、海外逃亡を手助けした。ということで、刑事的な責任を問うというのは、一応法律上可能なんじゃないかなと思うんですけども。